皆様ごきげんよう、ココアです。今回は横浜をお散歩していきます。ゆったりと楽しんでいただけると嬉しいです。それではスタート。出発地点は JR 桜木町駅。前のお散歩では左手のランドマークタワー方面に歩いていきました。今回はまっすぐ歩いてみます。横断歩道を渡った先で鮮やかな濃いピンクのツツジに出会えました。帆船日本丸と薄水色のクリアな空にスッと伸びるランドマークタワー。改めて綺麗な街だなぁと晴れやかな気持ちになりました。少し歩くと半分ほど緑に染まった桜の木を発見。近づいてみます。ちょっとだけでも桜が残っていたので来てよかったとお散歩序盤で安心できました。前方に川が見えてきました。この川は大岡川と呼ばれています。そして横浜の名物といえば大観覧車コスモクロック21。右手には横浜の街を移動するのに大人気な横浜エアキャビン。都市の風景にこんな乗り物が溶け込んでいるとなんだか近未来を感じます。あちらの方には綺麗に色づいた桜があるように見えます。日本丸もお花見してるみたい。正面に見えてきた白い橋は港1号橋梁です。ちなみにこの周辺は汽車道と呼ばれています。汽車道は桜木町の駅前と新興地区を行き来するために作られました。もともとここには鉄道が走っていたようです。この汽車道には3つの橋があり、1つ目の橋が今から歩く港1号橋梁です。それではゆったりとした気分で橋を渡ってみましょう。港1号橋梁を渡りきり、また葉桜を見つけました。この日の気温は少し高め。まだ桜も咲いているけど鮮やかな緑がぐんぐん成長しているのを見ると、もう夏が来るんだよと自然から語りかけられているようでした。今通っているのは個人の船だと思うのですが、ちょうど期間限定の大岡川の桜クルーズというイベントが開催されていました。思えば私は今まで生きてきて船に乗ったのは数回程度。また機会があれば船に乗って風に吹かれながらのんびりするのも素敵だなぁ。私の桜レーダーが対岸の桜を察知。少しアップにしてみます。わ、あの辺り桜いっぱい咲いてる。ぐるっと回って帰りにぜひ寄りたい。私が行くまで散らずに待ってて、桜ちゃんたち。それでは第2の橋に行ってみましょう。こちらは港2号橋梁。この橋は1907年にアメリカンブリッジカンパニーで製作され、
1909年に仮設されました。橋の種類はトラス橋です。トラス橋とは材料を三角形になるように両端でつなぎ、それをいくつも組み合わせて作る橋のようです。よく見ると左右だけでなく上部にも三角の構造をたくさん見つけることができます。皆さんも三角いっぱい発見できましたか？私は今回トラス橋という言葉を初めて耳にしたので、橋の種類について調べてみました。一口に橋といってもいろんな種類があるんだなぁと勉強になりました。そして橋の先には素敵な桜スポットがありました。ここはいっぱい桜が咲いてる。思い切って来た甲斐があった。先ほどとは違うお色味のツツジも咲いています。エアーキャビンに乗ると間近に桜を見ることができて迫力がありそうだなと思いました。実は3月の終わりに撮影を予定していたのですが、お天気も影響し桜の撮影がうまくできませんでした。別日に出かけることもできず、今年は桜撮れないかなと半ば諦めていました。ですがお天気のいいこの日にちょうど隙間時間を見つけることができたので、希望を捨てずチャレンジしてみてよかったです。横浜ライトブルーと桜のコラボレーション最高。少し視点を下にして川を覗いてみました。川底が見えるくらいに透き通っていたので、綺麗な水が流れているんだなぁと感動しました。目の前にはなかなか見る機会が少ないであろう真横からの大観覧車、そして手前にはアニベルセルみなとみらい横浜という結婚式場があります。この先道なりに進んでいくと正面に見える横浜ワールドポーターズに行くことができます。こちらの商業施設は2024年の春と夏大規模リニューアルが実施されます。リニューアルコンセプトは横浜ワールドポーターズは超エンタメモールへ、パウダールームの拡大、国内外の観光客向けのお土産展開の強化、フードホールの新設などもっと魅力的な施設になっていきそうです。パワーアップした横浜ワールドポーターズ、とっても気になります。またリニューアルオープンしたら遊びに行ってみようと思います。ぐるっと回って先ほど桜レーダーにビビッと反応した桜並木に来ました。桜通りという名称だったんですね。桜ちゃんたち散らずに待っててくれて本当にありがとう。高いビルが立ち並ぶ大都会で見られる桜並木、それではお散歩していきましょう。道路を渡ると前回の横浜散歩動画でご紹介したコスモワールドがあります。その時は焼き団子と紫モンブランを食べたな。気になる方はそちらの動画も見てくださいね。ホテルの前には小さいお花がちょこんちょこんと並んでいます。
少し日陰になってしまいましたが、最後までしっかりと桜を感じていきたいと思います。クイーンズスクエアの前にある広場に趣あるスポットが。桜の花びらが水に浮かんでとっても綺麗でした。2024年、今年の桜は例年よりも遅い開花となり、撮影予定の調整が難航しましたが、横浜の風景と桜を見ることができたので、とても幸せな気分になれました。来年はもう少し時間の余裕がある日にじっくりと桜撮影したいです。目標は皆様に絶景の夜桜をお見せすること。撮影スキルも磨くぞー。この後はクイーンズスクエアを抜けてランドマークタワーへ移動し、遅めのお昼ご飯を食べます。おしゃれなお店がたくさん入っているランドマークタワー。本日お邪魔したのは1階の米楽。丼とお茶漬けの定食が人気のお店です。私は2食マグロご飯をいただきました。まずはお醤油をかけていただきます。味変でお出汁をかけてお茶漬けも楽しめます。枝豆のポテトサラダときんぴらごぼうも味付けが絶妙で美味しかったです。ごちそうさまでした。そして横浜のお土産といえば横浜月餅。前回は期間限定の焼き芋と黒ごまを買いましたが、今回のココアチョイスはじゃじゃーん、黒ごまと宇治抹茶のコンビにしました。黒ごまは前食べた時にすでにリピート確定していました。初めて食べた宇治抹茶も濃厚な抹茶あんがとっても美味しかったです。こちらの横浜月餅は1つ150円。小ぶりなので少しお高く感じるかもしれませんが、一つでも十分食べ応えがあるのでご褒美スイーツとしてとってもおすすめです。次買うときは3つ以上買っちゃうかもしれない。春の横浜散歩楽しんでいただけましたか？あまり撮影時間が取れなかったり、お花見団子を食べ損ねたり、リベンジしたいことがたくさんありますが、今年も桜を見て春を感じることができたのでよしとします。動画の感想や応援のコメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。See you next time!